ハロウィンの日に投稿された1枚のイラスト。一見すると華やかで賑やかな雰囲気の作品ですが、実はその中にチャプター5へとつながる重要な出来事が描かれていました。それは、これまでモブが語らずに来たエリオットに関する重く悲しい物語。この絵の中には、その物語を示す確かな手がかりが残されているのです。あらかじめお伝えしておくと、今回はチャンネルの視聴者層に配慮し、内容の一部についてはあえて触れません。今回だけは、皆さんそれぞれの想像に委ねたいと思います。これからお話しするのは、アンバー氏がハロウィンに投稿した作品、パンプキンフェスティビティーズについてです。この作品に描かれたカボチャのモチーフ、そしてその元ネタをもとに、物語の裏側を丁寧に考察していきます。チャプター5のネタバレ。まず最初にお伝えしておきたいのは、このイラストにはチャプター5の秘密が仕込まれているという点です。アンバー氏自身が小さな秘密が隠されているのかという問いに対し、100% あると明言しています。アンバー氏はゲームのストーリーボード制作にも関わっている人物です。つまり、物語の内容を把握した上での発言であることがわかります。このことから、このイラストはすでに確立している物語を土台に描かれた作品であり、その制作過程そのものにも手がかりが隠されていると考えられます。思い出してほしいのは、昨年公開されたハロウィンイラストです。あの作品には、チャプター4に登場したドーイの顔に関する伏線が含まれていましたが、私たちがそれを理解できたのは、実際にチャプター4が発売される直前のことでした。今回のイラストも同じように、新キャラクターやストーリーの展開を示唆するサインが、いくつも散りばめられている可能性があります。かぼちゃのアート。この作品を彩っているのは、いくつものジャック・オー・ランタンです。ハロウィンではおなじみの存在で、悪霊を遠ざける魔除けの明かりであり、同時に先祖の霊を迎え入れる明かりでもあります。アンバー氏はこのイラストについて、複数のミームやファンダムのデザインを参考にしたと語っています。まずは、チャプター5とは直接関係がなさそうな要素を整理しておきましょう。ちなみに、ファンダムとは特定の作品やキャラクターを中心に集まるファンコミュニティのことを指します。一方でミームとは、ネット上で真似されたり、共有されることで広まっていく定番のネタや画像のことです。作品内を見ていくと、同意の後ろには、デルタルーンのキャラクター、テナの姿が確認できます。マミーの背後には、ネットで定番デザインのとろける三日月のモチーフ。家のデザインは、ハロウィン定番のホーンテッドハウスパンプキンカービングと呼ばれるお化け屋敷のかぼちゃ彫りデザインに近いものです。その他にも、ロスのミームや、炎の中に立つエルモの有名なネタも見られます。こうした定番のモチーフに加えて、明確にキャラクター性を持つものも描かれています。例えば、かぼちゃの山の頂点にいるのはハーレー・ソーヤー博士と思われます。その下には、同意の被験体である3人の子供たちらしき姿。さらに、最近登場機会が増えている新キャラクターの人形も確認できます。その隣には、星型のアイテム、さらにキャンディーキャットらしきシルエットも見受けられます。そしてマギーマコの近くには、消しの花のデザインが確認できます。ここまで整理した上で、次に注目すべきは新キャラクターの顔のようなかぼちゃです。これらは単なる装飾ではなく、物語の伏線を示す可能性があるため、詳しく見ていきましょう。新キャラクターの可能性。かぼちゃに描かれた顔の中には、新しいキャラクターを示唆しているものがいくつかあります。その理由は、過去の例として同意の顔がかぼちゃに描かれていたことからもわかる通り、作品内での前例があるためです。ここでは、ハロウィンの定番モチーフを除き、物語に関わる可能性がある顔のデザインに絞って見ていきます。まず、丸、三角、四角のマークが描かれたかぼちゃがあります。これは顔というよりもシンボルマークに近く、特定のミームや既存キャラとの関連が見当たりません。過去に登場した監獄のデザインと同じ形状の図形が使われていることから、ラボを象徴するシンボルである可能性が高いと考えられます。次に注目したいのが、以前商標出願で名前が確認されたドゥードゥルボーンズです。このかぼちゃに描かれた手や骨の形は、プロトタイプのものよりも人間的で滑らかであり、爪も存在しません。そのため、現時点ではこのデザインは落書きの骨、ドゥードゥルボーンズを示していると推測できます。また、ヤーナビーの下にある顔は、定番デザインとは異なり、眉毛と数本の歯が描かれています。既存キャラクターとは少し違う印象を受けるため、新キャラの候補として覚えておきましょう。さらに、ドッグデイの後ろにある顔にも注目です。その目は渦を巻くような形になっており、実際にかぼちゃを彫る場合は難しいデザインです。このような特殊な造形は、やはり新たなキャラクターの登場を示唆していると考えられます。
そして最後に中央で最も目立つ位置にある顔です。個人的にはこれが最も有力な手がかりだと感じています。この顔は全くの新キャラではなく、既存キャラクターの特徴を引き継いでいるように見えます。そう、これはミスディライト先生に似ています。口が目元近くまで大きく裂け、一本ずつ描かれた歯の形も先生の特徴と一致しています。ただし、一つだけ違和感があります。それは、片目しか描かれていないという点です。この描写には大きな意味があるのかもしれません。単なる新キャラクターという可能性もありますが、もう一度スリープウェルのミュージックビデオを思い出してください。喜びの時間以降、先生の顔は大きく変化していました。そして、あの学校では何らかの惨劇が起きていたことが、ポピーの映像からも分かっています。学校の内部には荒らされた跡があり、先生一人の力では説明できない破壊の痕跡が残されています。さらに、学校の裏手の壁が壊されている描写もあり、最近公開された画像にも似た場面が確認されました。その一方で、ラボにはプロトタイプが存在しています。もし、喜びの時間の出来事とラボがつながっていたとしたらどうでしょうか。プロトタイプが学校へ侵入し、半壊状態の姉妹の一人を回収し、真相ラボへ運び込んだという仮説が浮かびます。この流れで考えると、今回のイラストに描かれた片目の顔は、半壊しながらも再び姿を現すミスディライト先生や姉妹を示しているのかもしれません。もしそうであれば、彼女はハギーのようにラボで応急処置を受け、再登場する可能性があります。この一枚のイラストからだけでも、物語の裏で何が起きていたのか、その一端が見えてくるようです。謎の棒。このイラストの中で、ひときわ異質に見えるものがあります。それは明らかに意図があって描かれてます。喜びの時間から30周年記念イラストにも同じ要素が登場しており、そこから考えると、この異質な存在はチャプター5で登場する伏線である可能性が高いと言えます。その異質なもの、それがこの謎の棒です。見た目は無機質で、最初に見ただけでは用途がわかりません。制作過程の映像を確認すると、この棒には野球ボールがついており、配線とパーツが組み込まれています。まるでメカニカルなバットのような形状で、その不思議な構造が見る者の混乱を誘います。思わず、野球をしようぜという幻聴が聞こえてきそうなほどです。よく見ると、内部の配線や金属的な質感は、どこかプロトタイプを思わせます。一方で、チャプター5のあらすじには、新しい機能を持つグラブパックの存在が示されており、この棒はグラブパックの新パーツではないかという可能性も考えられます。長い髪と手。このイラストの中には、もう一つ異質な要素が描かれています。それは、木の陰に隠れるように伸びる長い髪と人間の手です。制作過程の動画を確認すると、この髪は単なる装飾ではなく、三つ編みのように丁寧に編まれた長い髪が木の後ろまで続いていることがわかります。質感は人毛に近く、赤みがかった2色の髪です。そのため、髪と手が同一人物のものである可能性が高く、人間の存在を示唆していると考えられます。しかし、ここで一つ気になる点があります。その手の指が4本しかないのです。この特徴は、同意たちのようなマスコットタイプの実験体と共通しています。人間をモチーフにしたおもちゃであるポピーの指が5本であることを踏まえると、この4本指は意図的な表現である可能性があります。では、これは作画上のミスなのでしょうか？それとも、別の意味を持つ描写なのでしょうか？ここで思い出されるのが、以前商標登録が確認されたキャラクター、リリー・ラブブレイズです。彼女の名前には三つ編みの髪という共通点があり、このイラストの人物像とも重なります。では、リリーはおもちゃなのか、人間なのか、この問いに、今回のイラストが小さなヒントを与えているのかもしれません。その手がかりとなるのが、作品タイトルのパンプキンフェスティビティーズです。もし単なるパンプキンフェスティバル、かぼちゃの祭典であれば、当日のイベントを指すはずです。しかし、フェスティビティーズは、準備段階からイベント後の余韻までを含めた期間を意味します。つまり、アンバー氏はタイトルの時点で、祭りの後の情景を描いているのです。実際、昨年のハロウィンイラストには、キャラクターたちが仮装を楽しむ姿が描かれていました。ところが今回は、誰一人仮装をしていません。それは、本番のフェスティバルがすでに終わった後の時間を描いているからではないでしょうか。ここからは妄想と考察を合わせた妄察になります。もしかすると、ハロウィンの仮装パーティーが終わり、メンバーが帰った後、残ったメンバーたちが静かにかぼちゃをめでてる情景がこの一枚なのかもしれません。その中で、リリーだけはまだ心残りがあり、帰る途中で木陰に立ち止まり、仲間たちの様子をそっと見守っている。木の後ろに伸びた髪は、
そんな彼女の動きや感情の流れを象徴しているようにも見えます。つまり、この描写は、リリーが仮装していたのは人間の姿ということを示しており、彼女がかつて孤児だったことを示す伏線なのかもしれません。雲の存在。ここからは、チャプター5で重要になる可能性が高いモチーフ、雲について考察していきます。モブがこのアートを投稿した際、次のようなコメントを添えていました。この投稿の制作過程で、いくつかのカボチャが犠牲になりました。ハッピーハロウィン。一見するとジョークのように思えますが、果たしてそれだけでしょうか。確かに、カボチャを多く掘ったことを指すようにも聞こえます。しかし、制作過程という言葉が使われている点に注目すると、このコメントは単なる冗談ではなく、作品の制作過程にヒントがあるようにも聞こえます。アンバー氏もこの投稿に呼応するように、ラフ画から完成版までの制作過程を公開しました。その変化を追っていくと、絵の構図がどのように整えられたのかを時系列で確認することができます。冒頭で触れたように、アンバー氏は物語のストーリー構成を把握した上で描いていることが分かっています。つまり、ラフの段階でモブと相談しながら、必ず入れるべき要素や伏線として機能する構図を確認していたと考えられます。これまでの要素を踏まえてラフ画を見直すと、そこにはすでに謎の棒、長い髪、そして手が明確に描かれており、これらが意図的に配置された重要な伏線であることが読み取れます。さらに注目すべきは、ハギーが持っていたカボチャのデザインです。途中の段階でその衣装が変更され、マミーの足元にある雲の位置へと置き換えられているのです。なぜこのような変更が行われたのでしょうか。雲や蜘蛛の巣といったモチーフ自体はハロウィンでは一般的な装飾です。しかし、ハギーがそれを手に持つとなると、どうしても目立ってしまいます。それを避けたということは、チャプター5で雲に関連するキャラクターが登場する可能性を暗示していると考えられます。さらに、フォートナイトに登場した資料の中には、雲であるダディ・ロングレッグスの存在が意図的に隠されている痕跡があります。この点からも、雲モチーフの背後にはまだ明かされていない重要な秘密があり、それがチャプター5の物語に深く関わることを示唆していると考えられます。エンジントラブル。最後に、このイラストの中で最も異質で、そしてヤバい要素、エンジントラブルのモチーフについて触れていきます。これはチャプター5にもつながる物語の核心に関わる重要なピースであり、冒頭で述べたエリオットの悲しい物語へと直結していきます。まず、このモチーフは車のエンジン警告灯を示していると考えられます。見慣れた人ならすぐわかる通り、このランプはエンジンに異常がある時に点灯する警告灯で、正式にはマルファンクションインジケーターランプ MIL と呼ばれます。では、なぜこの現実的なモチーフがハロウィンをテーマにしたアートの中に紛れ込んでいるのでしょうか。その存在は明らかに場違いであり異質です。ここで少しエリオットの背景に目を向けてみましょう。彼がプレイタイム社を設立したのは1930年。同じ年、彼は妻のモーリーと離婚しています。その後、1950年に発売されたポピープレイタイム人形が大ヒットし、会社は大きく成長しました。しかし、創業から成功までの20年間、彼はほとんど成果を出せていません。この長い空白の時間に、彼の人生に何があったのか、そこにこのモチーフが関係しているのです。この MIL という文字、英語圏ではもう一つの意味を持っています。それが、マザー・イン・ロー、義理の母です。つまり、配偶者の母親を指す言葉です。このミームは、義母の批判や口出し、結婚生活や子育てに対する義母の過度な干渉に関するジョークについてのネットのネタで、日本でもよくある嫁姑問題をあるあるネタとして共有し、共感するものです。アンバー氏がこのアートにはミームの要素を取り入れたと語っていることを踏まえると、この MIL もまた単なる偶然ではなく、エリオットの私生活に関する暗示を含んでいると考えられます。会社を建てる大事な時期なのにもかかわらず、妻となぜ離婚をしたのか。その真実は、義理の母であるモーリーの母親がエリオットの会社設立に猛反発したため、苦渋の選択で離婚したと考えることができます。エリオットとモーリーが仲違いしての離婚ではなく、義理の母親のせいで離婚したということが重要なのです。エリオットには妻が必要だったのにバラバラになった。エリオットはポピーを養子に迎え入れるも、やはり母親の存在が必要になった。この子には母親が必要だと感じてしまうエリオット。ポピーのために母親が必要。すべてはポピーのために。そう感じたのではないでしょうか。良き夫、良き父親。エリオットは、プレイタイム社を世界的に知られるおもちゃメーカーへと成長させた優れた経営者です。しかし、
優れた経営者が必ずしも良き夫であり、良き父親であるとは限らない。この言葉こそ彼の人生を象徴しているように思えます。エリオットは理想を追い求めすぎた結果、どこか人としての感覚がずれていた節があります。プレイケアを地下に建設し、孤児たちを閉じ込めるような構造を作ったことは、その最たる例です。社員のリッチが本物の太陽を見せてあげたいと訴えたのに対し、なぜエリオットは光のない世界を選んだのか。それは彼の理想と現実のズレが生んだ悲劇なのかもしれません。このような歪んだ家族像や親の姿は他のキャラクターにも見られます。例えばチャプター4に登場する同意の被験体ジャックの父親。ジャックの事故を調査した職員は、親の不注意も原因の一つだと報告しています。同意との再会シーンでは、母親だけがジャックを感じ取ることができ、父親は彼を化け物のように扱っている描写が印象的でした。また、ダディ・ロングレックスの設定にも注目すべき点があります。彼は炎を扱うバーベキューが趣味という設定を持ちますが、ロングレックスファミリーは炎が苦手です。最終的に彼は母親像であるマミー・ロングレックスに殺されてしまいます。一方で、セーフヘイブンにおける象徴を仮定すると、ポピーが母性の象徴、そして同意が不正の象徴として描かれているようにも見えます。同意は孤児たちを率いるリーダーでありながら、実際のゲームでは孤児たちと交流している描写がなく、変化を恐れ、劣悪な環境の中で秩序の維持や平穏を優先しているように感じます。これがいいことか悪いことかは別として、例えばティアノザウルスの事件で亡くなった孤児の遺体をどう扱ったのか、なぜお腹を空かせてる孤児たちがいるにもかかわらず、食べ物を運ばず我先に食べてしまったのか。この事実は見過ごせません。最近よく怒ってる描写が目立ちます。マギー・マコは本当にそこまで悪いことをしたのか。少し怒りすぎてる気もします。良きリーダーが良き父親にはなれないことを暗示してるようにも感じました。そんな中、家族の描写で唯一妻を思ってる人物が明らかになってます。それがリッチです。彼は妻のために短気なところを直そうと努力してます。先ほどの同意との対比とも取れます。エリオットがプロトタイプであり、そのプロトタイプが異質と思い、恐れる存在が主人公であるならば、良き父親ではないと自覚したエリオットが最も恐れるのが良き父親像として描かれているリッチなのかもしれません。母親。最後に注目したいのは、マミー・ロングレックスが手にしているカボチャです。このカボチャもまた、他のどの要素よりも異質な存在として描かれています。まず、マミー自身には光源が照らされてないため、このカボチャはくり抜かれてない加工前であることがわかります。それにもかかわらず、彼女はそれをまるで大切な命を抱くように持っています。なぜ、マミーはこのカボチャを抱えているのでしょうか。その理由は、これまでの物語を振り返ると見えてきます。エリオットは会社設立の年に妻、モーリーと離婚しており、その背後には義母の存在が浮かび上がります。妻と喧嘩して別れたのであれば、母親が必要とはならないでしょう。しかし、あえて義母ミームを意図して書いています。これは、モーリーとの不仲を否定する材料です。そのため、ポピーにはやはり母親が必要であり、自作で重要な要素となるため、このタイミングで伏線を張ったと考えられます。エリオットがポピーのためにしようとしていることとは、もう二度と出たくなくなるようなものとは、合成アミノ液とポピーで作ろうとしていたものとは一体何なんでしょうか。エリオットは人格者ですが、エリオットならやるでしょう。信じるか信じないかはあなた次第です。この考察が参考になったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。